全国3万431人のマイニングファンの皆様どうも、日本採掘技術研究所です。突然ですが皆さん、ASIC マイナーオブザイヤーというのをご存知ですか？ご存知ない？それはもぐりですね。ASIC マイナーオブザイヤー、通称アオティは2017年から誰も注目していない中の人のツイッターでひっそりと勝手に選定していた、その年の年間最優秀 ASIC マイナーに与える格式高い称号。なのでマジレスすると知っている人探す方が土の子探すより難しいレベルですくさ。そんなわけで今回はこの場をお借りして ASIC マイナーオブザイヤー2021を発表しようかなと思います。栄光に輝くのは一体どの機種となるのでしょうか。マイニングファンの皆さん、刮目せよ。ではどうぞ。まずは ASIC マイナーオブザイヤーの概要から。この称号は原則選定する年に発売された機種を対象に、主に3つの基準をもって総合的に高かったものを中の人の独断と偏見により決めたものとなります。3つの基準とはこちら。マシンの価格、収益力とその持続性、その他中の人の心の金銭に触れる仕様。これらは主に中の人が実際に入手したものから選定されますが、うっかり買いそびれたものについても周囲の評判を参考に選定される可能性が将来的にはあるかなと思います。続いて過去の受賞モデルについて。中の人からして完全に何を選定したのか忘れていたので、Twitter の過去ツイあさって思い出してみました。まず2017年は、バイカル BKX でした。アントマイナー D3 と並んで当研究所の柱として活躍してくれた機種ですね。こちらの機種については過去動画でご紹介していますので、興味ある方はそちらをご覧ください。概要欄にリンク貼っておきます。2018年はアントマイナー X3。こちら、現在では CPU マイニングコインの代名詞ともいえるモネロのアルゴリズムであったクリプトナイトというアルゴリズムに対応したマシン。バイカルの BKN などいくつか ASIC マイナーが発売されたことによってアンチ ASIC なモネロはアルゴリズムを変更した経緯があります。それでモデロなど知る人ぞ知る対応コインがあったことによって結構長い間活躍してくれたマシン。多分今も研究所の片隅に転がってます。続いて2019年はダユンジグ Z1。こちらは主にモナコインを対象としたマシン。ASIC 耐性があると言われていたライラ 2RE バージョン2に ASIC マイナーが出たわけですからマイナー界隈は大騒ぎ。モナコインは日本に馴染みがあるため、日本でこのマシンを購入した方も結構多いと思います。その後、バートコインなどアンチ ASIC を標榜していたいくつかのコインがアルゴリズムを変更して掘れなくなったことにより、一気に収益力は低下。中古市場で投げ売りされる事態となりましたが、モナコインが一気に価格を上げたことで収益力が改善。投げ売り時期に当研究所拾いまくって15台くらいまで増やしていたのもあり、収益の柱としてしぶとく活躍してくれました。2020年は該当なし。冬の時代もあって、メーカーがあまり積極的ではなかったんですよね。アントマイナー S19 が発売された時期ではあったのですが、収益力が当時パッとしなかったため特に注目も購入もせず。これをどちゃくそ公開するのはもう少し先のお話となります。ちなみにクソマイナーオブザイヤーは2機種選定されてました。これらの機種についても過去動画でデジってますのでよかったらどうぞ。続いて2021年の主な新機種について超さらっと。今年はバブリーな年なのもあって、いろんな機種がいろんなメーカーから発売されましたね。キングオブ ASIC なビットメインですと、アントマイナー S19 の派生モデル多数。あとは L7 や D7 といった進化系マイナー。イノシリコンはイーサリアムマイナーにして全振りの上、A10 シリーズ派生や A11 シリーズを発売。今一番勢いのあるゴールドシェルも、今一番収益力が高いカデナマイナー KD5 をはじめ、家庭用マイナーのボックスシリーズなど続々リリース。ASIC マイナーバリューで確認できただけでも36機種リリースされている模様。これはすごい。めぼしい機種については毎月のマイニング事情を主にあちこちで語っておりますので、よかったらご覧いただければ幸いです。それでは本題。これら多数の機種から栄えある ASIC マイナーオブザイヤー2021に輝くのがどの機種かと言いますと、発表します。ゴールドシェル KD ボックス2021年5月発売。おめでとうございます。
こちら、中の人的には文句なしの受賞です。時点で同メーカーの KD5 となります。こちらは収益力の点で圧倒的性能。その中でも KD ボックスを選んだ理由としましては、家庭でも扱える消費電力とコンパクトさ、そして馬鹿にならない収益力。仮想通貨相場がやっているにもかかわらず、消費電力 200W 程度のマシン1台で日当未だ1000円を超える収益力を持続的に出せるという機種は今までなかったかと思います。このメーカーはファームウェアの出来も非常に良くて、初心者さんにも安心しておすすめできるのも審査員の心証が良くなるポイント。2022年も引き続き魅力的なマシンを発表していってほしいなと思います。いかがでしたでしょうか。今までは Twitter で細々と発表して越に浸っていたものを、今回からは動画で発表していくこととしました。ぶっちゃけちょうど動画ネタがなくて困っていたというのもありますくさ。それでは皆様会場からはこの辺で、この動画が不評でないようでしたら来年もこちらの発表会場でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。マイニングは計画的に、資産を大事に。本動画が皆様の参考になりましたら幸いです。以上、ご視聴ありがとうございました。ハッピーマイニング。バイバイ。